皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。たった一振りで、試合の流れだけではない。球場の空気も、ベンチの表情も、そして運命そのものまでも塗り替えてしまう。そんな奇跡のような夜が、本当に存在するのか。誰もが半信半疑のまま、その瞬間を待ち続けていた。舞台はロサンゼルス。超満員のドジャー、スタジアム。西海岸の夕焼けがゆっくりと夜へ溶け込み始める頃、スタンドはすでに青一色に染まり、5万人を超える観客が熱気に包まれていた。試合開始までまだ1時間以上あるにもかかわらず、誰一人として席を立とうとはしない。なぜなら、この夜は特別だった。相手は最大のライバル、サンディエゴ、パドレス。シーズンの行方を左右する第1馬。どちらも絶対に負けられない一戦だった。そして、世界中の視線がただ一人の男が集まっていた。大谷翔平。打者としても投手としても世界最高峰。その一挙手一投足が日本だけでなく、アメリカ中のスポーツメディアを騒がせるスーパースターだ。試合前、現地中継の解説者は静かにこう語っていた。彼は数字以上に、試合そのものの流れを変えてしまう選手です。その言葉が、この後現実になるとは、まだ誰も想像していなかった。一方のパドレスも盤石の不自由。経験豊富な先発投手がマウンドへ上がると、鋭く曲がる変化球を武器に、ドジャース打線を封じ込める準備を整える。午後7時10分、プレーボール、球場を揺らすような大歓声の中、運命のゲームが静かに幕を開けた。初回、ドジャースは先頭打者が粘りに粘ってファウルで球数を投げさせる。しかし最後は高めの速球に押し込まれ、一塁ゴロ。続く打者も鋭いライナーを放つが、野手の正面をついてしまう。そして西。ついに、その瞬間が訪れる。場内アナウンスが、大谷翔平の名前を響かせた瞬間、スタンドが一斉に立ち上がった。スマートフォンを掲げる観客。あちこちから飛び交う歓声。誰もが、この一打を見逃したくない。初球は外角いっぱいのストレート。見送ってストライク。続く2球目は低めへ鋭く落ちるスプリット。大谷は最後まで見極める。3球目。内角高めへ食い込む速球。鋭く振り抜く。しかし打球は惜しくもファウル。カウントは1ボールにストライク。球場が一瞬で静まり返る。捕手がゆっくりとサインを送り、投手は小さくうなずいた。誰もが外角低めへの決め球を予想した。その瞬間、報じられたのは内角へ鋭く食い込むカットボールだった。大谷はわずかに体を開きながら詰まり気味に合わせる。打球は1。二塁間を鋭く破るクリーンヒット。その瞬間、ドジャー、スタジアムが大爆発した。ホームランではない。それでも球場の空気は確かに変わる。やっぱり大谷だ。そんな声がベンチから自然と漏れる。わずか一本のヒット。しかし、それだけで流れが変わり始めたようだ。不思議な高揚感が球場全体を包み込んでいた。ところが2回表。今度はパドレスが牙を抜く。先頭打者が死球を選ぶと、送りバントで一二塁。続く打者がセンター前へ鋭く弾き返す。二塁走者は一気にホームイン。パドレスが先制。さらに攻撃は止まらない。続くヒットで一死一。三塁。内野ゴロの間に追加点。スコアは、タイに、敵地であるにもかかわらず、パドレスベンチは大歓声に包まれる。ドジャース先発も何度も深呼吸を繰り返し、気持ちを立て直そうとするが、流れは簡単には止まらない。嫌な空気がスタジアムを覆い始めていた。それでも3回裏、再び観客を立ち上がらせたのは、やはり大谷翔平だった。一死走者なし。初球から迷いなくフルスイング。打球は宇宙間を真っ二つ。快速を飛ばして一気に二塁へ到達する。スタンドは再び熱狂。続く打者がセンター前へ運び、一死一。三塁。絶好の反撃チャンス。今にも球場がひっくり返りそうな大歓声が響き渡る。しかし、ここでパドレス先発が本領を発揮する。切れ味抜群のスライダーで空振り三振。さらに自打者もショートゴロ。まさかの無得点。三塁ベース上で大谷は悔しそうに拳を握りしめた。あと一歩さえ出ていれば、その悔しさが表情から伝わってくる。そして野球は、こういう一瞬を決して見逃さない。チャンスを逃した直後、試合は再び大きく動き始める。4回表、パドレスの先頭打者がレフト全ヒット。盗塁成功。さらに進塁打で一死三塁。
タジアム全体に緊張が走る。ここで放たれた打球は、十分すぎる一人。レフトが捕球する。しかし三塁走者は迷わずスタート。犠牲フライ。追加点。スコアは、大差。ドジャースファンの表情にも焦りが浮かび始める。それでも不思議なことに、誰一人として席を立たない。理由はただ一つ。まだ、大谷翔平の打席が残っている。誰もがそう信じていた。そして迎える4回裏、西走者なし。再び大谷がゆっくりと打席へ向かう。球場中の期待が、その背中へ集中していく。しかし、この打席で誰も予想していなかった、ある伏線が、静かに張られようとしていた。5回に入っても、試合の流れは依然としてパドレスが握っていた。先発投手はテンポよくストライクを重ね、ドジャース打線に反撃の隙を与えない。打者たちは鋭い当たりを放っても野手の正面を突き、あと1本がどうしても生まれない。スコアボードには、0対3の数字が静かに刻まれたまま、時計の針だけが容赦なく進んでいく。だが、不思議だった。重苦しいはずのドジャースベンチには、どこか、まだ終わっていない、という空気が漂っていた。その中心にいたのが大谷翔平だった。味方が倒れても表情は変わらない。ヘルメットを脱ぐと、ネクストバッターズサークルの横で何度も何度もバットを振る。その視線は歓声にもベンチにも向かない。ただ一人、相手投手だけを見据えている。球種、腕の振り、セットポジションの間合い、癖、一つたりとも見逃さない。実況席も思わず声を漏らす。これが大谷翔平です。打席に立っていない時間も、勝負はもう始まっているんですよ。その言葉に、多くのファンが静かにうなずいた。そして6回表。ここで試合を決定づけかねない場面が訪れる。パドレスは一死二塁。追加点の絶好機。ドジャース先発はマウンドで帽子のつばを押さえ、大きく息を吐く。絶対にこれ以上は与えられない。フルカウント。球場全体が静まり返る。投じられた渾身のストレート。打者は迷いなく振り向いた。乾いた打球音が夜空へ突き刺さる。高々と舞い上がった打球はレフト方向へ一直線。スタンドの5万人を超える観客が一斉に立ち上がる。入るのか。誰もがそう思った。レフトは必死にフェンス際まで後退する。あと数歩。フェンスに背中がぶつかる。それでも諦めない。最後の一歩を踏み込み、体をフェンスへ預けながらグラブを目いっぱい伸ばした。その瞬間、取ったスタジアムが爆発した。割れんばかりの歓声。ベンチから選手たちが飛び出し、守備についた仲間を大声で迎える。もしあの打球がスタンドへ届いていたなら、この試合は決まっていたかもしれない。しかし、その長引きがドジャースへ最後の希望を残した。まだ終わってない。その叫びがベンチから響く。すると球場全体の空気が少しずつ変わり始める。誰も気づかなかった。このプレーこそが、奇跡への第一歩だったことを。6回裏、先頭打者が執念の死球。続く打者も粘り抜いた末にセンター全ヒット。無視1、2塁。ここでスタンドのボルテージが一気に最高潮へ達する。青いタオルが揺れ、観客は総立ち。行け。ここだ。大歓声が球場全体を包み込む。だが、パドレスバッテリーも百戦錬磨だった。送りバントを警戒しながら内角を厳しく攻め続ける。一死一。三塁。そして、場内アナウンスが響く。大谷翔平。その瞬間だった。ドジャー。スタジアムが揺れた。歓声というより地鳴り。実況席も思わず叫ぶ。この試合最大の勝負どころです。パドレスベンチは迷わずマウンドへ集まる。投手コーチ、捕手、内野陣、全員で配球を確認する。長打だけは絶対に許すな。その緊張が表情から伝わってくる。初球、外角低めのスライダー。ボール、2球目、高めのフォーシーム。大谷が豪快に振り抜く。鋭いライナー。抜けた。そう思った次の瞬間。打球は内足の真正面。それでも三塁走者は迷わずスタート。犠牲フライ。1点返した。スコアは1対3。ホームランではない。しかしベンチへ戻る大矢を、観客は総立ちで迎える。惜しみない拍手。実況席では解説者が静かに口を開く。これは最低限ではありません。最高の最低限です。その一言に、球場中が納得した。1点。たった1点。しかし、その1点がドジャースへ再び命を吹き込んだ。
7回、両軍はリリーフ勝負へ突入する。ドジャースは強し速球を誇る右腕をマウンドへ送り込む。1球目、160キロ近いストレート。空振り。2球目も豪快な三振。さらに3人目も力でねじ伏せる。3者連続三振。圧巻だった。スタジアムの空気が完全に変わる。観客は確信し始めていた。流れが来た。そして7回裏。先頭打者がレフト線へのツーベース。続く打者が死球を選ぶ。無視1。2塁。パドレスベンチが慌ただしく動く。ここで投手交代。新たにマウンドへ上がる救援は。そして再び訪れる。大谷翔平との勝負。球場中が息を飲む。初球。外角いっぱい。ストライク。2球目。チェンジアップ。タイミングを外されファウル。あっという間に追い込まれる。スタンドには緊張だけが漂う。3球目。低めいっぱい。見送ってボール。4球目。鋭く落ちる変化球。体勢を崩されながらも必死に食らいつく。打球は一塁線へ。惜しくもファウル。誰もが固唾を飲む。捕手は立ち上がり、内角を要求する。しかし投手は首を振る。もう一度首を振る。3度目でようやくうなずいた。選んだ勝負球は、外角低めいっぱいのスライダー。大谷は最後まで見送る。ボール。フルカウント。5万人を超える観客が一斉に立ち上がる。誰一人として座っていない。静寂。心臓の鼓動だけが聞こえてきそうな空気。そして、運命の6球目。投手が腕を振る。真ん中やや高めへのストレート。その瞬間、大谷翔平のバットが火を吹いた。乾いた快音が夜空へ響き渡る。打球は宇宙間を真っ二つ。外谷氏が必死に追う。しかし追いつけない。フェンス直撃。走者2人が一気にホームイン。大谷は二塁ベース上で力強く拳を握りしめる。スコアは2対差。1点差。ドジャー。スタジアムは熱狂の渦へ飲み込まれた。誰もが叫ぶ。これが大谷翔平が。そして、この劇的な一打が、本当の奇跡の始まりになることを、この時球場中の誰もまだ知らなかった。8回表、1点差まで追い上げられたパドレスも、もちろん黙ってはいなかった。先頭打者が執念で出塁。続く打者も連打を放ち、一死一。三塁。再び試合の流れが大きく傾こうとしていた。スタジアムには張り詰めた空気が漂う。もしここで追加点を奪われれば、ドジャースの反撃ムードは一瞬で消え去ってしまう。誰もがそう感じていた。マウンドのドジャース投手はゆっくりと深呼吸を繰り返す。捕手が歩み寄り、短く言葉を交わす。ここが勝負だ。その表情には迷いがなかった。フルカウント。球場全体が静まり返る。報じられた一球は内角へのストレート。打者は力いっぱい振り抜いた。しかし完全には差し込まれていた。打球は高く舞い上がる。二塁手が落下地点へ入る。観客全員が固唾を飲んで見守る中、捕球。さらに一塁へ送球。ダブルプレー。チェンジ。ドジャースベンチから歓声が爆発する。選手たちは拳を突き上げ、ベンチ前で何度も叫んだ。まだ終わらない。その瞬間だった。ドジャー。スタジアム全体が一つになった。5万人を超える観客が総立ちになり、青い波がスタンドいっぱいに広がる。完全に流れはドジャースへ。誰もがそう感じ始めていた。そして迎える8回裏。しかしパドレスも簡単には崩れない。新しいリリーフ投手がテンポよくストライクを重ね、先頭打者を打ち取る。一死。続く打者も粘るが言う頃。二死。球場からは大きなため息が漏れる。それでも大谷翔平はベンチで静かだった。誰よりも落ち着いている。ヘルメットを整え、バットを握り直す。視線はただ一点。9回だけを見つめているようだった。実況席が静かに口を開く。不思議ですね。大谷選手を見ていると、まだ何かが起こる気がしてしまいます。その言葉に、スタンドの誰もが心の中でうなずいた。そして9回表、ドジャースは迷わず守護神をマウンドへ送り込む。スタジアムは割れんばかりの歓声。1人目、渾身のストレート。空振り三振。2人目、高く打ち上げた打球はセンターフライ。あと1人。場内は異様な緊張感に包まれる。3人目。追い込んでから外角低めへ鋭く落ちる変化球。空振り三振。スリーアウト。ドジャー。スタジアムが揺れた。ついに最後の攻撃が始まる。スコアは2対差。あと3つアウトになれば敗戦。それでも観客の表情には、
不思議なくらい絶望がなかった。なぜか、理由は一つだけ。最後は、大谷翔平まで回る。誰もがそう信じていた。9回裏、先頭打者が執念でもぎ取った死球。スタンドから割れんばかりの拍手。続く打者も粘り抜き、センター全ヒット。無視1、二塁。球場全体が大きく揺れる。パドレスベンチはすぐさま動き出す。守護神の元へ内野陣が集まり、捕手は何度も首を振りながら配球を確認する。絶対に長打だけは許せない。その緊張がベンチ全体から伝わってくる。そしてネクストバッターズサークル。静かにバットを握る一人の男。大谷翔平。その姿が大型ビジョンに映し出された瞬間だった。MVP、MVP、MVP。自然発生したコールは、あっという間に球場全体へ広がっていく。5万人を超える大合唱。鳥肌が立つような光景だった。ゆっくりと打席へ向かう大谷。その一歩ごとに歓声はさらに大きくなる。誰もスマートフォンから目を離さない。誰も瞬きをしたくない。この夜最大の瞬間が、ついに訪れようとしていた。スコアは2対差。9回裏。無視1、二塁。一打逆転。まさに、この一振りで全てが決まる。パドレス守護神は帽子のつばに手をかけ、大きく息を吐く。捕手も何度もサインを送り直す。球場には張り詰めた静寂。初球、外角低めのストレート。ボール。2球目、内角いっぱいのカットボール。大谷は手を出さない。2ボール。追い込みたい投手。歩かせたくないバッテリー。その焦りが少しずつ表情に現れ始める。3球目、真ん中低めの速球。ストライク。4球目、鋭く落ちるスプリット。大谷は最後まで見送り、ボール。カウント3対1。球場がどよめく。あと1球で押し出しを避けながら勝負しなければならない。しかしストライクも問わなければならない。守護神は静かに汗を拭う。すべての視線がマウンドへ注がれる。運命の5球目。講じられたのは、真ん中やや高めへ伸びるフォーシーム。その瞬間だった。大谷翔平のバットが一閃する。カキーン。乾いた快音がロサンゼルスの夜空へ突き抜ける。誰もが打球を見上げた。高く舞い上がる打球。ライトが必死に交代する。フェンス際まで追う。振り返る。伸ばしたグラブは、ほどけかない。入った。逆転。劇的。第25号。サヨナラスリーガンホームラン。ドジャー。スタジアムは、この日一番の大爆発に包まれた。歓喜の絶叫。抱き合うファン。涙を流しながら飛び跳ねる子供たち。ベンチから飛び出すチームメイト。全員が大谷を迎えるためホームへ駆け出した。大谷は静かに一塁を回る。右手で小さく拳を握る。派手なガッツポーズはない。雄たけびもない。ただ空を見上げ、静かにダイヤモンドを一周する。その姿こそが、大谷翔平だった。ホームへ帰ってきた瞬間、仲間たちが一斉に抱きつく。ヘルメットをはたき、肩を組み、歓喜の輪が何重にも広がっていく。監督も満面の笑みで拍手を送り、ベンチ全体が興奮の渦に包まれた。スコアは5対3。最後のアウトが記録されると、スタンドからは再び鳴り止まない拍手が響き渡る。アメリカの実況は興奮を隠せず叫んだ。彼はまた歴史を作った。日本の放送席でも、鳥肌が止まりません。という言葉が何度も繰り返される。試合後のヒーローインタビュー。大谷はいつものように穏やかな表情でマイクを握った。最後まで仲間を信じていました。みんなで掴んだ勝利です。その短い言葉に、スタジアムは再び温かい拍手に包まれる。野球は決して一人では勝てない。しかし、一人の一振りが、仲間全員の努力を最高の結末へ導くことはある。この夜、ドジャースファンが目撃した逆転劇は、きっと何年経っても語り継がれていくだろう。そして大谷翔平が放った今季第25号、劇的な逆転サヨナラスリーガンホームランは、スーパースターとは何か、という問いへの最高の答えとして、日本、アメリカ、そして世界中の野球ファンの記憶に、永遠に刻まれることになった。